はい、どうも現代忍者タクです。ねんねんぴょんぴょんということでね、あれこれ久しぶりじゃないですか、ここ。このね、ユージのとこね、そう、もうこれね、サムネを見てね、クリックしてる人、もうお分かりだと思うんですけど、それだけ今日はね、ちょっはいと重々しい感じ。そうなんです。ちょっと俺も緊張してるし、今日本当に俺が会いたかった人、はい学びたかった人で、はいちょっと緊張してます。一緒に学ぶはい弟子たちをはいお呼びしようと思っております。はい。ジークンドマスターの石井東吾先生で石井東吾す。ね、石井あれ東吾先生。ちょっと待ってください。今日いつもと全く違うねファッションが、あと雰囲気も全く違いますけれども、はい。はいはい。石井東吾ではなくて、え？はい。僕郷石トイレです。よろしくお願いします。郷石トイさん。はい。どなたですか？石井東吾先生の、はい身長知り合い。ていね。このねこの源氏工芸。うん。はい、今日はジークンドーマスター石井東吾ではなく、そうです武術家としてそう出演していただいたってことで間そういう違いないですか？ことですね。やっぱりこう切り替えたかったんで、うんジークンドーのインストラクターとしてこうやらせていただいている中で、ジークンドー以外の武術をこうやっているっていうところにこういろんな誤解がこう生まれないように、一応自分でこう切り分けをして、はい、出していただければなというふうに。ジークンドーのはいグランドマスターうん。来てくださってますけれども、んジークンドーを我々学ぶのではなく武術をそう学ぶ、うん教えていで俺ただくと。は東郷先生から、はい、東郷先生じゃないか、うんなんていう名前だった郷石トイレ。郷石トイちゃんから、いや覚えにくいなおい。いや覚えにくいね、うトイちゃんからね、本当に、先生のね、はいやっぱ凄さ、武術の歴史、はいね、だからまさに俺現代忍者でしょ、はいだから忍者であるもう本当のその奥深いところから全て知ってる先生、はいそして全ての技術をね、うん持ってるっていうのを聞いて、やっぱもう本当に今はい日嬉しくてしょうがない、本当ですか。ちなみにですけど、石井東吾先生が今日そのファッション、はい。その道着で来られて、うん YouTube 等でこう出演されることって初めてですね。初めてです。でははいはいよろしいでしょうか。はい、お願いしますジークンドーマスター石井東吾先生のグランドマスターでもあるはい広渡辺先生です。よろしくお願いいたします。お願いしますはいお願いしますたくちゃん、ピリッとペリッとするね雰囲気が変わりましたよね。はいはい。一応なんともう先生という形で、はいこの流儀はいを教えてる時は、はい源の光流というはい源氏名をもらってます、はいで本家から文系師範としてはい評価いただいてます、はい一応その先生のやられてる武道武術兵法兵法はいとかちょっと教えていただけたらなとこの我々一般人はですね、武術と武道、武術家って何ぞやっていうところから、登録者とか我々の視聴者とか、ええまだちょっとこうピンとこないなっていう方もおられると思うので、武術家と武道家の違いっていうのもちょっと教えていただいた上で、今日はもうその武術家の達人ということで出演していただいたわけですから、はいはいちょっと教えていただけたらなと。まず武術というものを語る前に、はい歴史ですよね、この国日本の歴史、その歴史の中には当然兵法というものもあるわけですよね。兵法と書いて兵法。兵法はいその兵法の歴史をまず知るべきでしょう、ということで、はい語らせてもらいます。はい日本はまず縄文から始まって、弥生になって飛鳥奈良時代っていう形で皆さん習いましたで、当然その時に兵法というものが入ってきてます。人間がその使う戦い方というものは起源はどこなのかっていうところまで掘り下げていかないと、この国もしくはもう一つ中国の武術の成り立ちっていうものは理解できないんですね。で、僕がこの流儀の兵法を習った時に師匠からこの国の本当の歴史、ね、学会で言われてない本当の歴史をいろいろ聞かされました。それは、文献じゃなくて口伝です。口伝です。口伝。はい。
口伝として伝わってる部分もあるし、古文書として伝わってる部分もあります。例えば皆さんがよく知っている日本書紀、古事記というのも古文書の一つとしてね、伝えられてるけど、この日本書紀とか古事記っていうのは暗号を持って書かれてるんですね。だからその暗号を解かない限りは単なる神話しかないってことですよね。しかならないフィクションっていうストーリーにしかならない。だけどこの暗号を解いて読むと、この国の歴史が、はあ、なるほど、日本人ってこれだけ尊い人種だったんだっていうのが分かります、はい、当然その歴史の動きの中で兵法というものが当然伝わってきてます。でそこでうちのこの流儀の開祖、味付高彦根の命と申します。京都の上賀茂神社に祀られています。それから、日光東照宮の隣にある二良山神社にも祀られています。上賀茂では、鴨竹津のにという名前で祀られています。おじいさんがスサノオです。皆さんご存知のスサノオですね、はい、強い剣のね神だよね。おばあさんが天照大神です。はい、でお父さんは大国主です。お母さんは田切姫の御事っていう方です。でこの方は出雲で生まれてスサノオや大国主から兵法を学びます、ね、当然そのスサノオが出雲を武力で制圧した時に使った兵法というのもあります。それはどこから来てるかっていうとシュメールから来てます。騎馬民族の兵法ですね。それが一番大元です。それが大陸側と日本側に分かれます。でもう一つアマテラスの、大和族側の兵法も同時期同じ場所から海側を経てで来てます。大陸側に行ったのがまず秦国、秦の始皇帝っていうのは当然漢民族じゃないんで、そこの兵法がずっと伝わってきている部分があります。それが果たしと言われるやつですね。で当然出雲の流れと大和の流れ、途中で全部で5回融合してます。出雲と大和が。その流れの中で今度は天皇家です。はい、この流儀は天皇家の流儀です。だから僕16期間もつけてます。はい、うちの流儀は御神道の勉強もするんで、はい、まあそれが後々に、縄文から弥生に入っていって、でうちの流儀がある程度システム化したっていうのが、奈良飛鳥時代から、結構技みたいなのが作られている。ただ術はすごかったんです。術をかける技じゃなくて術だけど、みんな技術って言うじゃないですか、はい、じゃなくて術技、僕らは術技で、その上が法ですね。法律の法。これは要するに宇宙空間に偏在しているエネルギーを取り込んで、要するにスター・ウォーズでいうとフォースみたいなもの、それを取り込んで呪術をかけるんですね。技自体に呪術をかけて一緒にして相手の体を壊したり、1ヶ月後に体を破壊したりとか、そういうことができるようになるんです。これは呪術なんですね。出雲の神道は特に呪術が強い神道なので。だからあれですよね、先生の道義今ちょっと寄りで移させていただいてよろしいでしょうか。菊のね、まさに、ね、そして出雲の兵法ですね、はい、そしてそれから帯にもですね、こっちもある。はい、これは言えない、これはちょっとあんまり深くは言えないので、はい、これは出雲と大和が併合した後、はい、うちの開祖、はい、そうですね。で先生後ろも先生あります、ね、これは当然知ってる人はもうすぐ分かりますけど、はい、陰陽師ですね。はいはい、でこの帯にもですね、宇宙という文字が、はいはい、宇宙じゃなくて宇宙なんですね。はい、龍神が龍の神になります。まあちょっとぶっちゃけた話しちゃうとムー大陸の時代になっちゃいます。そこまでこう面白いですね。この地球の標本はそこまで遡んないと理解できないんです。2時間ぐらい喋っていただいていいですか。いいわ。朝の朝まで喋る。朝までなっちゃうから。でまあムンダーっていう
標本家がいたんですね、ムー帝国。はいその標本が入ってます、はい。で僕ちょっとここれれがは、まあ、うちの流儀のこの段階になります、はい、まず第一の術、第一分かりますよね、土の土ですね、はい。まあ、要するに物質というより量子で考えてるんです。はい。今の量子科学が先端になってるんです、はいだから物質物理で考えるんじゃなくて量子物理で考える時代に入ってます、武術に関しては、そういった科学的な理論で量子科学という武術って何だろう、人間って何だろうっていう時代になってます。次が水ですね。だからこれは樹木とですね。でこれは要するに健康法ですね。健康法に特になるんですか。健康法になります。風の術、風ですね。はい。まあ要するに空気に動きが出るから風になるんですね。でこれが炎です。はい、炎のエネルギーでこれがイカズチ、はい、イカズチの段階でこれは宇宙ですね、宇宙で第一深海第二深海ってなってます。それで人間としてのレベルを上げるとこうなります。でそれをレベルを上げつつそれを標法武術に置き換えるとそれぞれの段階になります。それぞれにまた呼吸法もあります、意念法もあります。だから先生あれですね、すみません。すっ飛ばして宇宙だけ取る人はいないですよね。無理です。やっぱり順番、だって地球に住んでるわけだからということですよ。土からってことですよね。地に足をつけましょうということですよね。ちょっとだけ失礼。ちょっとだけすみません。ちょっと待って、はいもう武術家でもある石井東吾先生じゃございませんので、お名前郷石といです。郷石さん、郷石さんの帯ちょっと見せて帯見させてください。そうですね。日本やないからだ。大石さんが何？日本だから、土、水の技を少し教えてください。地に足ついてないように見えますけどね。ついてる。はい、ついてんだよ。ついてる。もともと1999年9月に先生にお会いしたそうんですよね、はで2010年までなんかいろいろ渡米ではいこういろいろこう先生と一緒にこう旅しながら先生についていきました学んでたと。何回かまあ、はい連れて、まあテッドの先生はい、が地獄のレッスンはい受けさせて、まあそういうことがあったんで今のこのレベルになってるんですけど、先生のね稽古は本当に地獄で、はいもう初っ端からもうそのテッドン先生のそれぐらいきつかったは体力ついてあ、は結構、まあ頑張り屋は頑張り屋だから。い、いやどの目線で言ってるの本当よ。誰ちょいちょいこの和やかな空気も入れないとね、緊張緊張しちゃう。しちゃうんでそうやっぱ先生の話がやっぱり僕ら神がかってて普段聞けないお話なんで、聞けない話だからはい、まあ一言二言では語れないと思いますけれども、ちょっと先生の魅力の方を、先生の魅力。はい、なぜ22年ずっと心底惚れてずっとついているのか。ああ、そうですね。僕にとってはもう先生は本当自分の人生を大きく変えてくださった師匠ということで、僕が幸運だと思ったのはその先生が常にこう進化されているっていうことなんですね。そうこれが先生の成長自身がこう止まってたら多分僕の成長もそこまでしか止まっていたと思うんですけど、でも先生は毎週会うたびにこう考え方だったり技術だったりそういったことが常に進化されてたので、そこにこうなんですかね、追いかけてついていくのが必死で気づいたら、まあ、20年以上経ってたみたいな感じですかね。でその先生の動きだったり、もう本当に何ですかね、一人の男としてというかすごくとてもかっこいいしとても魅力的でそういったところにずっとこう惚れ続けてこう先生の背中を追い続けているという感じで今に至る。はい、本物の武術家は老いてますますっていう言葉があるんですけど、だからやったもん勝ちって言ったのはそういうことですね、はい、自分がこうこれって決めてやったものはもう途中で絶対に諦めずに、とにかく突き進んでいく、諦めたらもうその時点で終わりなんで、だからやったもん勝ちっていうのはそういうことですよ、
できるっていう自分はちょっとずつでもいいんですよ。階段は2歩3歩飛んでいくもんじゃなくて一歩ずつ上がってくる。それでちょっとずつどこまでいけるか挑戦し続けるっていう、それがなんだろうな、大事なんじゃないかなって人生。まあ、我々もその100年200年何百年も残るそういう映画を作っていくとなった場合、侍映画だと考えておりまして、でそういった侍映画にですね、先生のそういう息吹がですねこう体得して落とし込むことができれば深みが出ると思っておりますので、いまだにはい太田、日本映画のはい海外でも一番見られて売れてるのとかやっぱ七人の侍だったりね、はいまあやっぱ世界の黒沢の映画がなってたり、けど今のやっぱりどんどんこのやっぱり編集や CG の技術が発達してるから、どんどん本当の剣技っていう技をやる必要がなくなってきちゃったの、けど俺はこのまだまだこのギリギリの世代だと思ってるからこそ、体で表現できる最大の表現が、それはもう CG とかではかなわないし、お金かけてもかなわないような技をやっぱり先生から学んで、で歴史に残る映画をやっぱり1本、死ぬまでに1本作りたいと思っていて、そしてこうやってヒロ先生に技を教えてもらえるという、機会になったわけでございます。実はその後編ではですね、まあ、剣術を教わるんですけれども、先生の剣術が YouTube で公開されること自体がもう初なんです。そうですそうですよ。源氏交流時代そうですからね、本当はだって一般人には教えちゃいけない流儀なんですよ、そうなんです。だからもう一般人が学べない流儀なんで、全面カットになるかもしれないですけどということでね、これ本当に貴重な回になりましたけれども、次回からは実技の方で技の方これはももう締めるんですかね、はい、今日は、はいお話でもう十分だと思うね、そうです。わかりました、はい、ということでもう本当このチャンネルがね、はいいなと思った方は高評価と、積極的シェアの方もよろしくお願いいたします、そしてチャンネル登録よろしく